法学の法学片山です。今日はね、手話を使った時のエピソードについて、ちょっとお話ししていこうかなと思います。私はその手話を始めた頃、その自分の手話がきちんと上達しているかどうかっていうのがなかなか見えないのがちょっと不安だったんですね。今手話を習い始めた方の中にも手話が上達しているのが不安っていうそういう方もいらっしゃるかなっていうふうに思ったので、私が手話を使った時のエピソードだったりとか、あとは最近の話なんかについても質問に答えていくような形でちょっと話していこうかなっていうふうに思っています。この動画では手話だけではなく聴覚障害に関することや聴覚障害を含めさまざまな障害のこと、そしてダイバーシティインクルーシブなそういう社会についてのお話などしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、なんかスギちゃん質問とかありますか？先生から手話を習っているとのことですけど、初めて先生以外に手話を使った時のエピソードがありましたらお願いします。聞こえない従業員と初めて会った時だったと思うんですけど、覚えてないんですけど、確かねそうだった気がするんですよね。やっぱね、伝わって嬉しいって思った記憶があると同時に、もっと話したいってことも伝えたような気がするんですけど、そんなちょっと苦い思い出だった気がします。関連なんですけど、習ってるだけじゃなくて使うようになったのは従業員さんを雇ったのがきっかけです。そうですね。話そうって無理に機会を作ったというわけではなくって、私の場合は仕事で使う必要が出てきたので、それで話すようになったっていう感じですかね。それだけだと、なんか機会がねあんまりなくって、なんか自分の手話の上達も見えないのがやっぱり不安だったので、手話の動画を検索して見たりすることが多かったですね。使うっていうか見るって感じなんですけど、これはね今でもやってるし、あとNHK の手話ニュースでもよく見たりします。手話の先生としか当時話してなかったので分かんなかったんですけども、いろんなね人とそうやって手話で話すようになって気づいたのが、私たちがねその声色が違うように手話を使う人たちもみんなそれぞれ結構ね手話に個性あるんですよね。動きがね小さい人もいれば大きい人もいるし、穏やかに話す人もいればすごい早く話す人もいるし、ほんとね様々なんだなっていうふうに思いました。1年10ヶ月でしたっけ？そうですね、そんぐらいだと思います。その習い始めに比べて手話を日常で使う頻度が上がったと思います。最近の手話エピソードがあれば教えてください。まずねこの間ねこれほんとびっくりしたんですけど、夢の中で手話やってたんですよ。私第一言語が日本語なので、そういう自分としてはね、手話が本能的に出てくるっていうことに対してすごくびっくりして、起きた時すごいびっくりしたんですよ。向こうが手話してたんだけど、私は声を使っていた気もするし手話を使っていた気もするっていう感じなんですけど、でもね向こうの誰が手話やってたかごめんなさい、ちょっとね覚えてないんですけど、向こうの手話は理解できるっていう感じでしたね。本当ね夢で手話出てきた時は本当に手話が今私の生活の中に入り始めたんだなと思って、なんかすごく嬉しくなりました。あとは外国人に国際手話が伝わった話なんですけども、これはね世界ろう者会議の会でも少しお話ししたんですが、そういう世界ろう者会議っていう韓国で行われたろう者2000人ぐらい集まるイベントに先月7月に参加させていただいたんですけども、手話がその海外の人に伝わった時の喜びっていうのはすごくありましたね。手話って世界共通ではなくって、いくつも地域によって手話が違うんですけれども、なんか国際手話っていう英語を元にした、世界共通の手話みたいなのが、ありまして、なんかそれで会話することが多かったんですけど、例えばね私はインドネシア語は話せないので、本来はインドネシアの人とはコミュニケーション取れないはずじゃないですか。でも国際手話を使えば通じるんですよ。で実際ね今すごい仲良くしてるインドネシア人のろう者の人がいるんですけども、その人はね文字ではなくって動画を国際手話の動画を送り合って
会話をしてるんですよ。手話がジェスチャーだっていうふうに思われる方も多いんですけども、そのジェスチャーだと言語じゃないんで、例えば、なんかこっち来てとかだったら通じるかもしれないけど、その細かい表現っていうのはできないんですよね。何時にこの場所に来てくださいとか、そういう表現ってできないじゃないですか。でも手話はやはりこう細かい表現もできるので、この話をね、こうより深く楽しむことができるんじゃないかなっていうふうに思います。この経験をして以来ですね、このうちのローの社員とか、あと手話の先生に、なんか手話上手になりましたねって言われることがすごく多くなったんですよ。そのね、私そんなに国際手話ができるわけではないんですけども、その拙い国際手話でなんとか伝えたいっていうふうに思って、やってたからかもしれないなっていうふうに思いましたね。最近手話関係の動画でリアクションが増えてきたので、手話を習いたての人に伝えたいことがありましたらお願いします。そんな1年10ヶ月しか勉強してない私がちょっと言うのもおこがましいんですが、もちろんね、人それぞれだとは思うんですけども、その手話で習いたての人はその伝えたいっていう気持ちをまずとりあえず出すってことが大事なんじゃないかなっていうふうに思います。これはさっきの国際手話の話にも通ずる話なんですけども、伝わらなかったで終わるんじゃなくってきちんと伝える、自分の伝えたいことを伝える。で伝えるために、例えばもっとちゃんと伝えるために手をはっきりしようとか、ここで表情をきちんとつけたら伝わるかもしれないとか、そういうふうに自然と意識するようになることもあるかもしれないし、相手のことを理解しようとするっていう姿勢もできるんじゃないかなと思うんですよね。その人の癖を理解したり、その人の話し方を理解したりとかして、それで話の文脈をきちんと理解しようとする。理解しようとする、伝えたいっていう気持ちを出すっていうのが上手になる秘訣なのかなっていうふうに私は思います。今日は手話に関する最近の話とかをちょっとお話ししてみたんですが、ぜひですね、何か気づいたこととかあったらコメントなどで教えていただけると嬉しいです。じゃあまたお会いしましょう。